今日は日本の出産についてお話ししていきましょう。日本では赤ちゃんを産むことを出産すると言います。赤ちゃんがお腹にいることを妊娠と言います。妊娠している女性を妊婦と呼びます。簡単なおしっこの検査で妊娠しているか調べることができます。妊娠がわかれば赤ちゃんを産むところを探します。妊娠すると母子手帳がもらえます。母子手帳は子供の栄養失調の問題があったために作られました。昔はこの手帳を持っているとミルクや食料を優先してもらえました。母子手帳は日本から世界に広がり30カ国以上で使われています。子供が18歳になるまでワクチンや成長の記録が残せます。外国語の母子手帳もあるため、役所に聞くともらえます。母子手帳と一緒に妊婦健診の補助券をもらうと、健診のお金が少し安くなります。妊娠中にお母さんと赤ちゃんの状態を確認することを妊婦健診と言います。妊婦健診は血圧や尿検査、体重の確認を毎回行います。妊婦健診の回数は国によって違います。日本は14回前後です。妊婦健診は最初は4週間に1回です。妊娠24週から2週間に1回、妊娠36週から1週間に1回です。出産する場所は病院、助産院、自宅のいずれかです。ほとんどの人は病院で出産することを選びます。病院は規模によって3つくらいに分かれます。大きな病院は設備が整っており、緊急の対応がしやすいという特徴があります。小さな病院はご飯が豪華だったり、マッサージがついている場合があります。自然な出産を望む人は、助産院や自宅を選びます。助産院や自宅で出産する場合は、出産に立ち会うのは助産師だけです。産科の医師は女性が多いです。女性医師を希望しても、赤ちゃんが生まれるときは選べない場合があります。出産や育児について教えてくれるところをマザークラスと言います。マザークラスは病院や役所がしています。日本の病院の出産を見ていきましょう。お腹が規則的に張ることを陣痛と言います。陣痛が10分以内に来ると病院に入院します。日本には陣痛タクシーがあります。陣痛タクシーは陣痛が来ている人を乗せる
専用のタクシーです。一般のタクシーは陣痛が来ている人を断る可能性があります。赤ちゃんを包んでいる膜が破れることを破水と言います。破水はいつ起こるかわかりません。初めての出産は赤ちゃんが生まれるまで12時間ほどかかります。出産にかかる時間は人によって大きく変わります。出産の時は点滴をします。点滴をする理由は、出産はたくさん出血するからです。赤ちゃんが入っているところを子宮と言います。子宮は赤ちゃんが生まれると収縮します。子宮が収縮すると産後の出血が収まります。入院期間は赤ちゃんが生まれてから5日間が一般的です。入院中は授乳や赤ちゃんのおむつ交換、ゲップの方法などを練習します。痛みを減らした出産を無痛分娩と言います。日本で無痛分娩に対応できる病院は少ないです。母親のお腹を切って出産することを帝王切開と言います。帝王切開になる理由はたくさんあります。赤ちゃんのお尻が下を向いている人や胎盤に問題があると帝王切開になります。帝王切開をすると次の出産も帝王切開となる場合が一般的です。帝王切開の場合は入院期間は7日間が一般的です。赤ちゃんは日本では赤ちゃんと漢字で書きます。理由は見た目が赤いからです。赤ちゃんは生まれて2日ほど経つとゆっくりと皮膚が黄色くなります。皮膚が黄色くなることを黄疸と呼びます。大人の黄疸と違い、赤ちゃんの横断は問題ありません。赤ちゃんの横断が強くなることがあります。その場合は治療が必要となります。生まれたばかりの赤ちゃんは体重が少し減ります。生まれたばかりの赤ちゃんの胃はビー玉くらいと言われます。ビー玉は日本のガラスのおもちゃです。日本では赤ちゃんは毎日お風呂に入ります。赤ちゃんは新陳代謝が活発で汗をよくかきます。うんちやおしっこでお尻がかぶれることがあるので汚れを落とします。国によって赤ちゃんがお風呂に入る頻度は違います。赤ちゃんはお母さんのお腹の中でおへそから栄養をもらっていました。生まれるとおへその役割はなくなります。日本では赤ちゃんのへそを乾燥させて記念に取っておく習慣があります。赤ちゃんは3時間ごとにミルクや母乳を飲みます。
胃が小さいため、回数を分けて少しずつ飲みます。生まれて14日以内に病院からもらう出生届を提出します。生まれてから14日以内に赤ちゃんの名前を決めないといけません。昔は女の子の名前に子という漢字がよく使われていました。名前につく子は高貴な女性の名前に使われていました。時代を経るにつれ、一般人にも使用されるようになりました。七子や桃子などが日本人の女性の名前に見られます。日本では名前は時代によって流行があります。日本の健康保険に入ると出産のために50万円が支給されます。日本の出産の費用はだいたい50万円ほどのため、保険で賄うことができます。赤ちゃんを産む前に病院で手続きが必要です。子供を育てる人には様々な制度が準備されています。子供の病院のお金が無料になる制度もあります。15歳になるまでお金が援助される児童手当などがあります。出産して1ヶ月経つと母親と赤ちゃんの検診があります。検診で問題ないことを確認すると病院に行く必要はなくなります。赤ちゃんは生まれて2ヶ月から予防接種を受けます。予防接種は赤ちゃんを病気から守るためたくさんの種類があります。赤ちゃんの通う病院を決めます。夜と休みの日に空いている病院も調べます。子供の調子が悪くなった時に夜に対応できる病院があります。子育て支援センターは小学生になるまでの子供が遊べる場所です。子育ての悩みを相談できる場所です。